皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、安倍首相が全国の小学校、中学校、高校といった教育機関に対して一斉に休校をお願いするという表明を行いました。これは非常に異例の要請です。安倍首相がこうした要請を行った趣旨そのものについては私も理解をするのですが、同時にこの要請というものを支持できるかといえば私は支持できません。なぜならばこの政策というのは明らかに不十分だと思うからです。一体なぜ不十分だと思うのか、そしてより良いものとは一体どのような政策なのかというところを少し今回はお話ししようと思います。というわけで一体どのような要請があったか、まずはニュースをお聞きください。全国すべての公立小中高休校へ安倍首相が表明。安倍晋三首相は27日、首相官邸で開かれた対策本部会合で、全国すべての小中高校や特別支援学校、週明け月曜日の3月2日から休校とするよう要請すると表明した。期間は春休みまでとした。首相は今後 1,2 週間が極めて重要としており、全校休校という極めて異例の措置に踏み切った。首相は会合で、全小中学校に27日からの休校を要請した北海道などの取り組みを示した上で、多くの子どもたちや教員が日常的に長時間集まることによる問題に備える観点から、全国すべての小学校、中学校、高校、特別支援学校について、3月2日から春休みまで臨時休校を行うよう要請すると述べた。首相は入試や卒業式などの学校行事については必要最小限の人数で開催するなど万全の対応を講じることや、行政機関や民間企業に対し子供がいる従業員への配慮も求めた。厚生労働省は保育所は一斉臨時休園の要請対象ではないと明らかにした。政府は25日、医療提供体制の整備を柱とする総合的な基本方針を決定。首相は26日に全国的なスポーツや文化イベントについて今後2週間の中止や延期要請を表明した。萩生田氏も同日、国立の博物館や美術館に対し2週間程度の閉館を求めていた。北海道では27日、道内の多くの公立小中学校などが休校。大阪市は27日、私立の幼稚園と小中学校すべてを29日から3月13日まで休校にすると決めた。千葉県市川市は幼稚園や小中学校など全私立校を28日から2週間休校する。まず第一に、私の動画としてはこうした問題に対して批判のみを行うといったことは基本的に避ける方針です。ですから私の考えとしてまず第一に言えることは、この政策というものは未完成であるということです。今後 1,2 週間が非常に大事な時期ですよということで、安倍首相は教育機関に対してお休みをするという要請をしたわけですが、私から見ればこれは明らかに優先順位を間違えている。そして第一優先にすべき問題を置き去りにしていると思っています。一体何を置き去りにしているかといえば、この 1,2 週間が大事というのであれば、子供たちを守るためにこのようなことを要請するというのは確かにわかるのですが、同時に親の世代の人たちに対する政策というものを打ち出す必要がありました。つまりこれは半分 50% の政策に過ぎないと私は思います。では残りの 50%、つまり大人たちに対してどのような政策を打ち出すべきであったか、その点について私は提案がいくつかあります。これはほとんどのテレビの中でほぼ言い尽くされているような内容で、目新しさは全くありません。ですが改めて言わせてもらいます。今回の問題のリスクというのは、若い年齢よりもより年齢の高い人たちの方がリスクがどんどん高くなっていきます。その上、人口のバランスからしてみても、子供たちよりも大人たちの方が人数として非常に多くあるのです。ですからこのリスクが一番大きいものに対して政策を打たなければ、子供たちだけを守ろうとしてもそれは十分ではありません。なぜならば大人たちの方が数が多いのですから、そこから問題が移っていくという、そうしたリスクを避けられないからです。では一体その一番大きな数になっている大人たちに対して何をすべきなのか。究極的な形で言えば、給料を国家が補填するから、この 1,2 週間不要不急の仕事については一旦お休みしてくださいと
政府が言うことです。これはまさに超法規的な措置ではありますし、巨大なお金が必要になります。ですが、ここで国民に言うべき言葉は決まっています。今はまさに国難の時なのです。この国難を乗り切るために必要な額を借金しましょう。その苦しみを日本国民全員で負担しましょう。というような形で表明した方がよほど私は良いと思っています。もちろんこれは究極系の話であって、そこまでやらなくてもいいということもあるでしょう。では、具体的に現実的な案としてはどのようなものがあるか。それは、テレワークの実施を推進するために企業に対する補助金を行いますということもあるでしょう。また、時差出勤の推進、これにも補助金を出します。また、極端な話では、この1、2週間一時疎開をするということに対する補助金を行うというのもいいでしょう。他にも、有給休暇の消化期間としてこの期間を利用してくださいという呼びかけなどもあるでしょう。大事なのは大人たちをいかにして集団にしないかということが大事なのです。ですから今のように働く話だけではなく、大規模なイベント等についてもその中止費用を政府が補填するといったことなども重要でしょう。これらのことになぜお金の話ばかりするかといえば、何かを変える、何かをやめるという時には必ずお金の動きが発生するものです。企業の場合はどうしてもここに損得感情があるのですから、お金がかかるんだったらそこまではできないなという会社も多いでしょう。また、そもそもの仕事として、いや、テレワークなんてそもそも私の会社の仕事ではできないよという会社もあるでしょう。ですから、お金を出すことによってテレワークができる会社があるならば、一つでもそのような会社にテレワークに移ってもらうことによって、通勤時の混雑を減らす、通勤電車の中の人の流れというものを少しでも減らすといった形で、どうしても変えられないところに対しては少しでもリスクを低減させるような政策が必要なのです。イベント等についても全く同じことで、大規模なイベントであればあるほど、その中止のリスクというものは運営会社にとって大きなダメージになります。そうしたダメージを考えるからこそ、何としてもやらなければならないと、いわば強行してしまうようなことになってしまっては、やはりリスクの低減には全く役に立ちません。そうしたイベントに対してお金は補填するから何とか延期してくださいと動きやすくするのが政府としての役目だと私は思います。そうした大人たちをいかにして給料面で支えつつお休みするか、もしくはリスクを下げるような形で仕事を移行してもらうかといったところに大きなお金をかけるというのがまさに政府だからこそできる仕事だと思います。そうした大人たちのリスクを下げるための政策を全力で出す。その上で子供たちを一緒に休ませるというのであれば、私はこれは完璧な政策になるだろうと思っています。もちろんこれが実際に行うには非常に難しい話だとは思います。ですが 100% を目指した上でそこにたどり着くまでの現実的なところで落ち着くということを考えると、少なくとも理想形としては大人たちをいかにしてダメージ少なくリスクを下げること、そしてその上で子どもたちを休ませるというこの2つを1つにセットにすることによってこそ本来のお休みになるのではないでしょうか。皆さんはこの問題についてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントをしていってください。なお今回の動画につきましては YouTube の定める規約などに引っかかるような内容ではないと思いますので、コメント欄を開放するつもりです。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。そして次の動画でもまたお目にかかりましょう。またね。